俺たちジオンの水泳部。ジオン公国と地球連邦の一年戦争と呼ばれる戦いにおいて、ジオン公国はモビルスーツという革新的な兵器を用いて一時は戦いを優位に進めました。その中でスペースコロニーサイド3を本拠地とするジオン公国が戦争に勝利するためには地球連邦の本拠地である地球を制圧する必要がありました。さらに言えば地球連邦軍の総司令部のジャブローを攻略する必要がありました。ジャブローは南米アマゾン川流域にあるとされ、地下の巨大な鍾乳洞を利用しており、正確な位置は機密とされており、ジオン公国は基地の場所をまずは特定し攻撃する必要がありました。ちなみに現実のアマゾン川流域の地盤などを考慮すると、アマゾンの地下に広大な基地を建造するのは現実的ではないということで、オリジン版ではジャブロー地下基地の所在地はリアナ高地に変更されています。ジオン公国はジャブロー攻略のため水陸両用モビルスーツの開発に力を入れます。また地球の7割を有無が占めているという断片的な知識から制海権を課題に重視していたという背景もあるとされます。実際に開発されたモビルスーツ群をジオン水泳部としてガンダムファンから認知されています。今回はそんなジオン水泳部のモビルスーツを解説していきます。まずは MSM-03 ゴッグです。ゴッグの特徴としてはメガ粒子砲を装備しています。開発経緯としては地上用モビルスーツとして MS-09 ドムを開発していましたが、同期の核反応炉ではメガ粒子砲を運用可能な出力を得ることはできなかったという課題があります。反応炉の出力向上のためにはその冷却能力を高める必要があり、最も効率的な方法は冷却水を使用することでした。そのため宇宙世紀007811月、海水を冷却に使用可能な水陸両用モビルスーツの開発が MEP 社とツイマッド社に発注され、完成したのがゴッグでした。高火力のメガ粒子砲を装備するため、陸上での活動時には本体内のバラストタンクに冷却水を溜めて行動するため、1から2時間の活動が限度となる欠点も抱えています。そのため活動範囲も河川や海に限定されてしまいます。機体重量も重く、俊敏な動作は行えないという部分も見受けられますが、装甲、馬力ともにザクの比ではなく、連邦軍の拠点破壊や重装甲を生かした上陸侵攻作戦で活躍しました。劇中でも機雷に触雷しても何ともなかったゴッグの機体を見て、さすがゴッグだ、なんともないぜというセリフがあり、ゴッグの重装甲を称賛しています。次に紹介するのは MSM-04 アッガイです。アッガイの開発経緯としては MS-07 ズゴックよりも後に開発がスタートしましたが、 MS-07 ザク用のパーツを転用可能であったことからズゴックよりも早く完成しました。水陸両用機としては簡易量産機とされる機体であり、 MS-06 ザクからは多くのパーツを流用しているため、ほぼ同サイズのゴッグと比較し生産性・運用コストの面で優れ、ジオンの懐に優しいモビルスーツです。機体としての特徴はステルス性を重視しており、外装には電波や赤外線を吸収する塗料が塗られています。また機体そのもののシンプルな形状もあり、ソナーにおいてはクジラと見分けがつかないと言われています。排熱量の低さから熱センサーに感知されにくく、偵察任務などで活躍しています。本編ではジャブロー攻略作戦に参加しますが、ガンダムにあっさりと撃破されるというやられ役として登場しています。活躍シーンのないやられ役として描かれているアッガイですが、放送終了後の時を経ると頭でっかち、子供のような丸っこい体型というデザインが一部ファンの心を捉え、癒しキャラクター、萌えキャラクターという地位を確立したという意外なモビルスーツです。なお近年のビルド系アニメシリーズではその愛らしいデザインをなぞったプチッガイ、ベアッガイなどの関連機体が登場しています。次にご紹介するのは MSM-07 ズゴックです。ズゴックは MEP 社が開発を担当した重モビルスーツの一つです。最終設計にあたってはゴッグで得られた実践データをもとに改良が重ねられていますが、結果として開発が遅延してしまうという事態になっています。そのためもともとは MSM-04 の型式番号を与えられる予定でしたが、アッガイに先を越され MSM-04 アッガイとなりました。機体の特徴としては水陸両用モビルスーツの中では陸船に主眼が置かれており、空冷式と水冷式のラジエーターを併用していることに加え、熱核水流ジェットの他に
ジャンプ用の化学燃料ロケットを有するなど当時のトップクラスの性能を誇ります。またゴッグでは対応できなかった対空戦闘や航空水上捜索も十分に行えるように設計されているなどモビルスーツとしては非常に優秀な性能を誇ります。アッガイが生産コストを意識したモビルスーツだったのに対しズゴックはゴッグとパーツ互換性がないことからコストは高くなっています。操縦性の面でも癖が強くパイロットを選ぶ機体でもあります。各地の潜水部隊に配備され強襲作戦や上陸作戦に従事して MSM シリーズ中最高の戦闘力を有しパイロットによってはザクを凌駕する戦果を上げています。また当初は指揮官機用としてシャアーズナブル搭乗機のみ反応度の出力向上運動性の改良装甲の材質変更を行った MSM07S ズゴック S 型となっていましたが戦争後期には量産機の生産もズゴック S 型に切り替えられています。劇中ではカラハ総長の操縦するズゴックはゴッグとともに連邦軍ベルファスト基地を攻撃した際連邦軍守備隊の通常兵器による攻撃を一蹴しています。またハヤと小林が登場するガンキャノンの射撃を軽々と回避しアイアンネイルで機体を拘束して両腕を引きちぎりにかかるなどの大活躍を見せています。ジャブロー攻略作戦ではシャアがズゴック S 型に登場しました。このズゴック S 型はシャア専用に 20% のチューンナップが施されまた塗装もシャアのパーソナルカラーに塗り替えられています。そのためシャア専用ズゴックと呼ばれます。さらにできるようになったなガンダム。ズゴックの活躍によってジオンは統合整備計画の一環で MSM07E ズゴック E を開発します。ズゴック E はズゴックの性能を引き継ぎつつも操作性やコスト高を解消するというコンセプトで開発されます。性能面での向上も行われており主推進機は背中から脚部に変更され整流効果と航続距離を伸ばすことに成功しています。またそれに伴い背部の推進機は陸上行動時のジャンプ用に変更されています。そのため機体としての機動性が向上しています。ただ残念なことに開発完了したのが一年戦争末期のため量産はごく少数にとどまりました。最後に紹介するのは MSM10 ゾックです。超大型熱核反応炉を有する重モビルスーツで一年戦争当時のモビルスーツとしては破格のジェネレーター出力と9門ものメガ粒子砲を装備するなど火力は抜群ですがその代償として機体は肥大化してしまいました。脚部は大型ロケットエンジンとなっており二足歩行ができない構造となっています。そのため機体の移動はジャンプ飛行によって行われます。火力は1機でジオン公国軍1個中隊のモビルスーツに匹敵するという意見もあるほどでモビルスーツというよりもメガ粒子砲の移動砲台としての運用が考えられました。ゾックはモビルアーマー構想確立以前の過渡期に設計された機体でありモビルスーツとしては大型ですが小型のモビルアーマーとして考えられる機体です。最終的に量産化が決定したものの3機の試作機が製造されたのみにとどまりました。劇中ではゾックを見たシャアーズナブル大佐には使えるのか見かけ倒しでなけりゃいいなどと酷評されジャブロー潜入時には目立った戦果も上げられずにガンダムに撃破されました。ジオン水泳部が主役として投入されたジャブロー攻略作戦は失敗に終わります。ジャブロー攻略作戦は地球連邦軍によるオデッサ作戦以降地球連邦軍に傾きつつあるミリタリーバランスを覆しもう一度ジオンが戦争の主導権を握るために行われました。ジオン軍はキャリフォルニアベース等の北米方面軍を出土する多くの戦力を投入し宇宙船ドックを主要な攻撃目標としたジャブロー攻撃を敢行します。しかしジャブローの激しい対空砲火やシャア率いる工作部隊はジオン水泳部を使って潜入に成功するも地球連邦軍のモビルスーツの爆破工作に失敗したことなどによってジャブロー攻略作戦自体が失敗に終わります。ジオン軍は攻略の見通しが立たないままモビルスーツの半数を損耗し撤退を余儀なくされます。ジャブロー攻略作戦で地上戦力を損耗したジオン軍は戦力の立て直しと守勢に回らざるを得なくなりました。連邦軍としては本格的な反撃が始まるきっかけとなり戦争のターニングポイントとなった戦いです。水陸両用モビルスーツたちは戦いの舞台が宇宙に移ると存在意義を失い開発自体がストップし徐々に戦場から姿を消していきました。
しかし、各モビルスーツの特徴的なフォルムと可愛さは、今でもガンダムファンの心を引きつけています。本日の動画は以上となります。ここまでご視聴していただき、ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。